すごく活躍しそうな雰囲気を醸し出してます。キャーこういうですね。その辺のもいい生地なんです。おお、こいつがすごく場所を取った。こっちかな。入れちゃう。すごく両手が空く。ここは大活躍ですね。以前と配置は変わってないんですけど、それ何が入ってんのって言ってじゃーんっていうふうにお客さんとかには。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は多能工のミーナちゃんに登場してもらいました。今多能工って言ったんですけど、普段その多能工っていうのが僕電気工事チャンネルなんでちょっとよくわからないんですけど、主にどんなことされてるんですか？主に現状回復、お家の中のリフォームをメインとして内装工事とかクロス工事、ダイノック工事、あと設備、たまに大工とか電気も触ったりします。で今日は普段使われている道具などを持ってきてもらったんですけど、これで全部ではないんですよね。はい、これはメインの道具たちです。でインスタでね、ちょっとどんなバッグがいいかなと荷物いっぱい入れるってことでいろいろご連絡させてもらって、でちょっと僕ベトプロパックっていう工具バッグをもうかれこれ20作以上配信してるんですけど、僕電気工事業界の方向けにしか発信できないんで、今回多能工業界、内装大工業界ですごいフォロワーさんがおるミーナちゃんにベトプロパックを紹介してもらおうということで、これこちらテックパックハイビズオレンジという、リュックサック型ということで、これねミーナちゃんと一緒にカタログと見ながら選んだんですけど、今日実際見るの生で見るの初めてだと思うんですけど、どうですか？ちょっと持ってみましょうか。いいですか？活躍できそうですか？その普段の仕事で。いやー、これはすごく活躍しそうな雰囲気を醸し出してます。今ちょっとこのレオルトのやつが結構メインで。そうですね、こちらが設備だったりとかも雑工事は全てこのバッグで収まるぐらいのものなんですけど、収まってはいません。こんだけいろいろあるじゃないですか。でここにすみません、普段どういう、僕らだったら腰道具っていうのがあって、あとそれで賄いきれないものをこういうのとかに入れて作業していくんですけど、いつものそのスタイルっていうのはもう、これ持って例えば、設備することが結構あるので、こんな感じで設備だったり、仕上げのコーティングも入れてみたりとかをして、こんな感じですね。普段車とかで現場に一人で行くんですか？2人組で行くことが多いですけど、1人でも行きます。2人か1人で行って、こんだけの車に乗ってるけど、これだけは持っていくんですか？これだけ持っていくか、基本会社に置いておいて、その時の工事に合わせて持ち出すスタイルです。で車にこんだけ乗せてるけど、設備の工事の時はこれを僕らでいう腰道具みたいなもんですね。そうですね、本当に腰みたいなもんです。でそのバッグ欲しいなって投稿されてたじゃないですか。それはこれ持ってはるのになぜ選びたくなったというか欲しくなったんですか？見てもらったら分かる通りすごいパンパンになってて、もうチャックが閉まんないぐらいになっちゃってるんで、これよりももっと大きくて、でさらにリュックタイプがあったらすごく便利だなっていうので、すごい使いやすそうだけど、リュックで肩掛けなんですね。確かに肩掛けもいいですけど、電車とか、現場移動長い時とかやったらリュックやったらの方が楽ですね。背負いやすいですね。本当だったらもうちょっと道具をいっぱい入れたいなっていう、モンキーとかも一応こっちにモンキーとかは入ってるんですけど、ちょっと容量も限られてるし、そうなんです。なるべく減らしてたけど、最小限にこれ抑えてるぐらいですね。工事ではもっと本当は必要。そのためにちょっと車に取りに行ったりしていたってことですね。このハイビズイエローももちろん限界はあるとは思うんですけど、ミーナちゃんの仕事がしやすいようにっていうか、ちょっといろいろ入れていきましょうか。で僕道具多分わからないのもいっぱい出てくるんで、ちょいちょいこれ何とか聞いて教えてください。迷いますね、逆に入れるとか。そうなんです。これだけ大きいと開けてもいいですか？ちなみにベトは初めてですか？初めてです。見たことありました？なかったです。なかなかね、僕も現場で持ってる人そんな見ないですね。ちょっとね、この小分けがちっちゃいからミーナちゃんのが入るかなっていう心配はありますけど、ちょっ
後ろもいいですか。はい。よいしょ。サクサクからですね。とりあえず見たいです。おお、こっちの方が、そうですね。ここが広いんですね。はい。後ろが背面のこんな感じですね。どうしよう。すごい収納力抜群ですね、これ。そうなんです。何を入れようかな。ちょっと大きいものがもしかしたら難しいかもしれないですね。はい。これ何ですか？それね、磁石になってるんで、例えばビスとかナットとか、ビスつくかな。そういうのとかをついた。こう固めといたり、はい。あとはこのなんていうんですかね、収納だけじゃなくて結構海外の人が使うんで、海外の人ってちょっと言い方悪いですけど雑じゃないですか。だからもうこのまま広げてここからバーって作業して、ほんでここにビスとかなんやらをここにつけといて作業していくみたいな感じの使い方でもいいし、中に入れてもいいし、感じだと思います。すげえ。作業台としても使えるようなイメージですね。どっから攻めていきましょうか。とりあえずこっちからですかね。後ろの方と一緒。これは何ですか？こういうこと。そうか。広げ切らないように。そうですね。その作業するときに使うのかなと思います。でもこのまま作業っていうのが結構メインなんですかね。そうですね。結構これで作業する方が多いですね。僕らやったらこう座って集中して作業する人なんで、バンって言われるものの横に置いてやっていったりっていう使い方が多いですね。ちっちゃいパケット。でも多能工の人もどっか現場のどこかにポンと置いてって感じになるんじゃないですか。そうですね。私の場合はもうこれを連れ回しながら、その場所によって連れ回しながら作業をすることが多いですね。ほんならそこそこ入れといた方がいいですね。入れていきましょうか。はい。とりあえずこちらから。ニッパー。そこはしんどそうですね。そこ早め。ハサミ。パイレンです。パイレンも使うんですね。そうか、水道配管とか。そうです。これも同じパイレンのでかい版。そうです。これの大きいバージョン。よく一緒に回さないとき共回りしちゃうので、片方かまして片方でグイッと回す。両掛けするってことですね。アンギラはもう必需品ですね。使ってます。電気屋ってお金かかるなと思ってたんですけど、もっとかかってますね。僕だけで結構お金かかるんですけど、何かかるなこれ。大きければ大きいほど高なりますしね。そうなんですよ。めちゃめちゃ高いですよね。一個一個が。どこに入れようかな。4年間経験しながらちょこちょこ増えていってる感じですか？増えていってます。で、工具が結構好きなので、あまり人と被らない工具っていうのを探してて、こういうのを使ってる人はなかなかいてないです。これバーコです。バーコ有名ですね。その辺のモンキーじゃないですね。そうです。そのインスタとかで職人アカウントでやってるのも、仕事が好きなんですね。好きです。仕事が好き、作業が好きですね。すごいよく変わってるって言われるんですけど。ちなみにその女性の方ですけど、多能工職人やってみようと思ったきっかけとかあったんですか？きっかけはそもそも人と違うことがしたくて。変わり者なんですね。そうなんです。で、建築業界で女性っていうのが少なかったので、よし、この業界に足を踏み入れてみようみたいな。使いますね。うわ、どこに入れようかすごく迷ってる。使い勝手も重視しないといけないですかね。そうですね。でもこれで今2箇所分攻めてるんですよね。はい。結構入ってきましたね。でもすごく綺麗に収納されてる。素晴らしい。取りやすいかなと思います。はい。取りやすいですね。ちょっとモンキー化して、モンキー化してって言ったら。ちなみに今ね、初めてで適当に言ったらあれですけど、ポンポンポンと入れてもらってるんですけど、一応1ヶ月後ぐらいに実際使っていったら使い方も変わってくると思うんで、実際のレビューも取らせてもらいたいと思うので、ぜひ。今日は適当にというか、こんな感じでいこうという感じで入れてもらって、1ヶ月後どうなってるかまたね、楽しみに。ほぼ手道具入りました。これキッチンの水栓をこっからこう閉めたり緩めたりしてキッチンの水栓を変える。そんな工具持ってるんですね。工具です。道具がこれはノコです。
危ないからそうです。はい。はは木と精密とへーあとパイプ層、はは配管切ったりする塩ビの配管切る用のはいはい。やつです。こんなん僕物なくすんでしきれないです。これは後ろかなと。うわ白も余裕ですからね。それがちなみに5年保証になってます。ーでステッカーもよかったらどこかに貼ってください。はい。はい。やらせていただきます。はい。難しいな。これセンスが問われますね。こっちかな。ここもまあ一応ちっちゃいポケットになってるんで。よくこれだけで持ち出したりするんで、あ、ペンドラ。はい。はいはい。こんな感じってこいいとですね。ですね。そこもいいし、ここちょっとブカブカかな。ここにもペン入れみたいなのがあるんですよ。お、鉛筆が。ここもありかな。いいですね。いいですね。スケールってどんなタイプですか？スケールこのタイプなんですよ。こっちか。そうなんです。はい。もうこっちに変えようかな思ってます。せっかくやから。あっちのタイプやったらここにもかけれます。はい。こういうこともできます。おお、そうなんですよ。こいつがすごく場所を取る。取りますね。まあ一緒に持っていく方が悪いんかなって思うんですけど、どうしようかな。これちょっとこっちがいいかな。これはノコの手持ちの道具なんです。はい。本体ですね。コーキングはいいかな。充電器とか入っちゃうかな。感じ。この辺入りそうですね。ちょっとこいつらこっちにやったらいけるんちゃうかな。こうか。これだ。いいですね。すごくシンデレラフィットしました今。だいぶ減ってきました。無理。入れちゃった。塩ビは水道の方ですね。はい。電線の配管は触らない。はい、触らないです。何ですかそれ？キスプラです。キスプラ。水栓取った後に止水をする部品です。水を止める用の。はい、これも2種類あって、これも全部止水のものです。へえ。ちょっと違うか。そんなのを常に持っとかなダメなんですそうね。なんですよ。六角はこっちやな。こっちですね。六角。いいですね。意外とちっちゃいんでどっか行っちゃうんですよね。そうですね。どっか行きがちなので。この辺にはその止水系ですね。はい。小物素材料を入れはると。大きかった。配管切るやつですか？はい。はは。これもここですね。どうしよお菓子。そう、これお腹減ったら食べるんです。でも接着剤とかで。全部くっついちゃう。どこに入れようかな。接着剤。それ本物の接着剤ですね。本物です。電池。これヘッドライト用の電池です。電池。ちっちゃいとこ行きますか。そうですね。あまり使わない子たちで用のところ。こことかもあるんでね。おお。地味に。すごい。一応ね内と外で48箇所ポケットがあります。48箇所。大容量。おみおみになってる。メッシュになってますね。ここに図面とか平物とかそんなのもありかもね。こういうのでどうでしょう。ビス箱です。よいしょ。でパッキンと電気の時の輪ゴム。水のパッキンですね。これ最強ですね。かなりすごい。これでデオルトはほとんどなくなってきましたか。でもあと小物やから余裕やね。ですね。また電池が出てきちゃった。買えば好きですね。買えばは大事です。マスキング。予備ってどこに入れましょう。ちょっとここ深めですね。そうですね。結構入るな。こっちかな。ここに入れちゃう。サンドペーパーですか？汚いのがあった。めっちゃ汚いのが使ったやつです。サンドペーパーたまに欲しくなるんです。はいはい。ロードアンカー。なんとびっくり。ここにあるじゃないですか。こんな感じで。はい。はい。おお、ほぼなくなった。制覇ですね。これレベル系。レベル系。もう
セオリとかカラカラになってきました。うわーすごい。これはこれでまたね、はい。ちょっと入れていくのにまた違う使い方そうですね。服でブーシーみたいな。手袋がちょっとインパクトで忘れていったかな。インパクト。よく使う、結構カッターをよく使うので、ちっちゃいバージョンも大も小も使い分けるんですか？使い分けます。僕ら大しか使わない。そうなんですか。ヤスリですか？ヤスリです。かっこいいですねそれ。これは玄関のラッチの部分とか。ラッチって何ですか？受けの方ですね。受けっていうんですかね。また写真ください。ごめんなさい、説明が苦手で。サイド入らないか。ちょっと厳しいな。ここにします。で、コーキングの部屋です。こんだけ入ったら気持ちいいですね。うわー。僕ら正直余るんですよ。あ、そうなんですか。電気屋で、入れようと思ったら入れれるんですけど、でもちょっとすくんで。でも埋め尽くしたいですね。どうせなら。背負えるかですけどね。まだあれですね、重さが分かってないんで。一回背負ってみます。一回。どんなもんか。いいですか。で背負い心地と、一応ここはこういう人間力学に基づいて疲れにくくやってるみたいなんで。ボコボコなってますね。はい。これをそこにね、カチャンと。こう。はい、そうやって。これも一応グリップが疲れにくいやつになってるみたいなんで。背負われるかな。かなり重たいですね。あんま持てないことはないですね。いつもと重さは変わってないですよね。変わってないです。あとはプラスバックの重さが。はい。ちょっとサイズを調整したら、ちょっとブカブカでしょ。ちょっと深いですね。もうちょっとこのくらいですかね。いけそうですか？すごく両手が開く。前までぶら下げてた。そうですね。ずっとコーナーになってたんで。疲れますもんね。おすすめの使い方なんですけど、またちょっと別途費用がかかるんですけど、結構工具が多いんで、これ TP4B というベトプロパックのバッグなんですけど、例えばこの大工道具でしたっけ？はい。大工道具ばっかりとかを入れて、ちょっとここにかけてもらえます？いいですか？銀の部分をガチャンと。ここにか。ガチャン。こういう合体できるのも結構強みなんで。うわ、すごい。これからさらに小分けとかしたかったら。ちょっとこういうのもあるよということで、はい、かっこいい。差し金も結構使うんですね。使います。ちょうどですね、そこ。インパクト。これは必需品ですね。うわ。バッチリですね。バッチリです。ちょっと今日せっかくいろいろ持ってきてもらったんで、ざっと見ていっていいですか？はい、どうぞ。これが大ノックシート用の腰です。エレベーターとかに貼ったやつですね。はい、そうです。で、大ノックをこうヒートガンで温めて伸ばしたり、プライマーで、はい、プライマー接着剤ですね。大ノック貼る前に塗るものです。でこれお掃除用の下地が大事なんで大ノックって。これがそのセットですね。はい、そうです。でこれがインパクトが入ってた箱。はい。かけていいですか？これどんな？何これ？何番？24まで使うんですね。はい、それは水栓に使うやつですね。本当は入れたいもの入らないのでベッドで持ってます。次にこちらはどのような？はい、これは CF とかフロアタイル、床を張るときに使う道具たちです。トイレとかの床にふわふわした DIY とかでやってるのがあるんですけど、それが本格的バージョン。はい。これだけでもこんなに工具がいるんですね。いりますね。もうすでにパンパンです。工具箱もいろいろ入れますね。はい。こちらは？これはクロス道具の腰です。普段こういうクロスも貼るんですね。はい、貼ってます。今日も貼ってきました。お疲れ様です。ありがとうございます。オレンジのやつはもともと使ってたバーコの。これはもう全く同じものを入れてました、この中に。ただもう全然入らないので、今は使っていません。わかりました。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。主に SNS は何をやってますか？現場の様子、作業内容を映したりとか、日常風景を撮って若い子たちがちょっと興味持ってくれたらなっていう理由で発信してます。インスタで、はい、フォロワーももう1万近くでしたよね。もうすぐ1万になるかなっていう。で
いうことで、僕の動画でも1ヶ月後に実際に使ってみた感想というのを出してもらうんですけども、日々の現場で使ってる写真とか、ちょっと撮れるのかわからないですけど、何かしら発信してくれるってことなんで、ミーナちゃんのインスタのアカウント概要欄に載せておくんで、皆さんぜひ遊びに来てください。お願いします。じゃあまた次回ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。この前このテックパックハイビズオレンジですね、を撮影させてもらって、で実際にあれから1ヶ月が経って使用して、これからも使ってもらうんですけど、どうですか？使いやすいとこと、正直使いにくいところもあるのかなと思うんで、全て実際の感想をこれから検討する方に向けて教えてください。はい。まず私が好きなところ。好きなところ、メリットの方ですね。ここです。この開き具合が好きですね。っていうのはなぜですか？ここで作業したりして、もうすぐここからアクセスできる。アクセスできる。で戻しやすい。で私今ちょっともうあんまり配置は変わってないんですけど、基本ベースで使うものが今前面に来てるのがスタンダードになってるんですけど、このいった前のが結構使う頻度が多いですね。で結構この床で作業するのが多いんですか？床ですね、多いです。床が多いかな。設備とかやとそうですね。そしたら僕らみたいに腰道具つけんでもこうやって置いて作業できるっていうので、すごい優れてるってことですね。優れてます。職種によってはこういうバックタイプね、正直僕らの仕事ではなんていうんですかね、持っていく以外でなかなか立ち仕事が多いんで、ミーナちゃんみたいな内装リフォーム業者さんだったらそういう使い方ができるということですね。持ち運びもしやすいですし、もちろんここのねグリップがね、なんかやっぱりこのゴムがいいのか、持ちやすいんですよ。なんか普通って持ったらちょっと痛ってなるんですけど、結構重いですしね。これやったらなんか普通に持てるみたいな、痛くない。階段駆け上がる時もここ持つか、リュック背負ってどっちかで持たせてもらってるんですけど、これも私結構好きです。この厚みのあるグリップ。ミーナちゃんみたいな、小柄な方が持っても疲れにくいってことですね。疲れにくいですね。あとここは大活躍ですね。以前と配置は変わってないんですけど、材料関係ですね。ビスとパッキンとっていうのをここのスペースに入れられるのがすごい良くて、なぜかっていうとやっぱり基本的工具箱って一緒に入れることが多いんですよ。そうですよね。こういうとこにこうやって入れてると、なんやかんやで取りにくいし、またすぐしまおうとしないというか、ちょっとなんかこういう感じでもうしまおうとするので、専用の場所があるっていうのが、専用の場所勝手に作っちゃってるんですけど、それがすごくいいとこです。あと例えばね、後輩とか連れて現場に行くこともあると思うんですけど、その時に前のとこに入ってるからってみんなも分かりやすいですよね。ぐちゃぐちゃにされますもんね、どこに入ってるか分からなかったらね。これやったらもう前面にあるからって言って見やすいし、最初の頃落ちるかなと思ったんですよ。ちょっとだけ出てるじゃないですか。全然今のところは一切落ちたことがないです。本当に個人的な話なんですけど、ここのこのカチッと感がすごく好きなんですよ。音が。そう、音が。これは多分ちょっと実際に触ってもらわないとわからないと思うんですけど。それは外したりすることはあるんですか？ありますあります。そうか、それ外さな開けられへんのか。そうなんです。こちらも変わらずですね、配置は。背面が材料とかバッテリーとか、使用頻度が前より少ないやつですね。少ないやつですね。でもないと困るようなものが置いてあると。ちょこっと使うときにこっち面に入れてますね。ビス。ビスとテスター使ってますやん。これ強率の高いやつでしょ。電流測ったりもするんですか？ここに電気来てるのかとか、なんかちょっと不具合があるとか言ったら、接触が悪いとかなったら使ったりしてるのかっていうのを電気屋さんですね。使わせてもらってます。でここの1個だけデメリットはしまいます。でこのままにした状態が大きくなっちゃって、そのまま背負ってしまうみたいな。そう背負えないみたいな。背負えんことはないんですかね？ないとちょっとでも首に当たりますよね、これが多分。
ああ、そういうことね。そう。はあはあはあ。これをちょっと忘れがちになってます。難しいデメリットですね。自分が癖づけろっていう話なんですけど、ね、これずっと1ヶ月使わせてもらって思ったのが、工具とか後ろ面もいっぱい入るんですけど、大きいもの、例えばまあここら辺のものとか、テープとかね、テープとか入れときたいなっていう時に、ちょっと大きいポケットが少ないな、工具はすごいしっかり入るんですけど、大きいもの入れたい時にここに入れよう。ちなみに、ミーナちゃんのはオレンジなんですけど、ブラックアウトってやつがあるんですよ。それやったらここのねパネルを変えれてね、大きいのとか入れれたりするんですよ。これからちょっと買う人はブラックアウトを検討してもいいのかなと。でもまあこの見た目はねめっちゃいいもんね。難しいところですね。難しいですね。確かに背面変えれたら自分のカスタムできるっていうのは多分でかいかもしれないです。あとはまあ初めから何種類か選べるかやね。外見は一緒でも中身はちっちゃいのばっかりとかね、大きいのも入ってるとか、そんなんまた嬉しいですね。嬉しいですね。最近はちょっとそういうのも出てるんですよ。違うカバンですけどね、ベトプロパックの。リュックタイプでですか？リュックタイプも出てました。で、初めから2種類ぐらい選べるんですよ。小物ばっかりの人か大きいのばっかりの人、それ便利ですよね。私はそういう大きいのを入れるときはちょっと開けてここに入れてしまいます。確かにそんなんがあってもいいかもしれないですね。その時だけ使うとかが、換気扇の工事とかあったらこれ使うっていうのが分かってるんで、その時入れて終わったらしまうみたいな。まあそんな感じですね。じゃあここがカラビナちょっと買ってみてカスタムしたんですね。この後ろにかけないとやっぱ取れちゃうからってことですか？かけてもこう置いた時に、前ここでかけてたじゃないですか。かけた時に当たるんですよ、床に。ちょっと長なっちゃうんですね。で、なんかの拍子にやっぱこう取れちゃう。何回かあって、カラビナに変更しました。ベトとねカラビナめっちゃ相性いいんでね、ソケットとかもね、もしちょっといいのやったらこうやって使えれるし。なんかオレンジにしました。ナイトアイズ。このホーキングガンもオレンジですよ。そうなんです。これは一番安いやつなんですけど。オレンジ揃えたんですね。揃えました。でテープ服も活用して。めちゃめちゃ活用してます。これ。これは電線外す鍵ですよね。シールテープとかマスキングとかいろいろテープ使うはるんですね。主にこの3つ使います。こんだけあったら何かしら対応できるやろうということで。そしたら1ヶ月使ってみてかなり活躍してるっていうことで、その現場に持っていかれてると思うんですけど、他の職人さんとか、お客さんとか、いろんな方と一緒にすると思うんですけど、どうですかこの見た方って。見た方、お客さんとかは、この色を見て、めっちゃ可愛いの持ってるね、それ何が入ってんのって言って、じゃーんっていうふうにお客さんとかには見せびらかしてます。確かになんか工具パックってそんなかっこいいイメージってないですもんね。この形もだし、大きさもやし、結構興味持ってくれる方が多いですね。興味ない人は興味ないって感じですか？そうですね。この大きさ見て、キャリーじゃダメって言っていう人がちらほらいました。そうですね。僕らだったら現場でいろいろ歩くことが遠いところが多いんで、このキャリータイプっていうのも実はあるんですよ。これと同じではないんですけど、似たようなホイーラーっていうんですけど、かなり運びたい人はそれを検討してもいいのかなということで、僕もやっぱり持って行ってベトプロパックをすごい食いついてくる人もおれば、いい値段するじゃないですか。何でもええんちゃうんっていう工具にやっぱ興味ない人多いと思います。工具にこだわりとか持ってる方持ってない方いてると思うんですけど、ミーナちゃんはその、仕事とかこういうツールバッグとか工具とかは好きな方なんですか？めちゃめちゃ大好きです。多分さっき工具見てもらったら分かると思うんですけど、工具ちょっと変わったものが好きだし、でカバンこういうのあるっていうのを知らなくて、触らせてもらって、人にめちゃめちゃ見せたくなりました。僕らがねやっぱ講師道具とかこう集まりとかあるんですよ。そういうのと一緒で、私のカバン見てよみたいな。見てほしい、すごい見てほしい、そういう工具が好きな人のイベントとかにすごい参加したいなと思ってます。実はね僕も前行ってきたんですけど、前はね高槻っていう島コーポレーションでやったんですけど、これベトプロパックなんですけど、前持たれてたデオルトとかなんかダイヤモンドバッグってやつとか、海外のツール系のアメリカンフェスタみたいな、
そんなんがちょいちょい開催されてるみたいなんで、かなりレベル高いんですけどね、ほんまもんの人っていうんですかね。もしそういうのに興味があるならみーなちゃんもぜひ行ってみてもらいたいし、これを見られてる方もね、持ってなくてもね、行くだけでいろんなみんな見してもらえるんで参考になると思います。じゃあみーなちゃん、使用前から使用後と実際にレビューしてもらってありがとうございました。ありがとうございました。でみーなちゃんのことをね知らない人もいると思うので、何者かということでせっかくなんで、電気屋さんじゃないんでね、はい、ちょっと簡単な自己紹介を最後に。田野工の職人をしているみーなと申します。主に電気、設備、大工、内装、クロスとか大ノックとか床とか貼ったりっていうのを一括で自分でやってます。はい、多能工さんということで、いろんなことをするっていうことですね。はい、僕もベトプロパックもう長い2年ぐらい動画撮ったりしてるんですけど、僕自身も使用してて、もっともっといろんな人に知ってもらいたいなという愛着が湧いてきたんで、またみーなちゃんも今はこれでね十分満足されてるってことだったんですけど、またさらにねこんなちっちゃいのもあるんですよ。ちょっとだけ入れるやつとかね、こんなんあるとか、こんなん気になるとか、また教えてもらえたらまた撮りましょう。ありがとうございました。みーなちゃんのインスタとか概要欄に載せておきますんで見に行ってください。お願いします。ありがとうございました。今回初めて触らせてもらってっていう形で、もうちょっと待ってください。触らせてもらって、ちょっと待ってください。はい。多能工のとりあえず面白くしたいです。電気屋を。